こんにちは。Python VTuber のサプーです。今回は Python の仮想環境の構築とパッケージ管理ができる UV について解説したいと思います。UV は比較的新しいパッケージ管理ツールなのですが、過去の Python のパッケージ管理ツールの弱点を克服していて、最近では UV を採用するプロジェクトも多くなってきています。ぜひこの機会に UV がどんなものなのかを理解して UV の導入を検討してみてください。このチャンネルは Python やプログラミングに関する情報を発信しているので、チャンネル登録よろしくお願いします。またメンバーシップ会員しか見れない動画、ライブ、ディスコードもあるので、よければメンバーシップのご検討もよろしくお願いします。まず UV とは何かについて解説します。UV は仮想環境を作れるパッケージ管理ツールです。仮想環境とは同じコンピューターの中に Python の実行環境を複数作ることができるものです。一般的にはプロジェクトごとにそれ専用の仮想環境を作って、そのプロジェクトを動かすのに最適な実行環境を整えて使います。例えば、Web アプリを作りたいなって思ったら、Django といった Web フレームワークがインストールされている A という環境を作る。Excel の集計スクリプトが作りたいなって思ったら、OpenPyXL といった Excel が操作できるライブラリがインストールされている B という環境を作る。会計用のデスクトップアプリを作りたいなって思ったら、PySimpleGUI といったデスクトップアプリ作成用のライブラリがインストールされている C という環境を作る。こういった具合に必要なライブラリがそれぞれ違うので、プロジェクトごとにそれ専用の環境を作って、そこでパッケージを管理します。そしてライブラリには依存関係があります。例えば Django という Web フレームワークを使おうと思ったら、SQLPath というライブラリが必要です。こういう A というライブラリを使うには B というライブラリが必要というのを依存関係と言います。そしてライブラリの依存関係にはバージョンが指定されていることが一般的です。例えば A1 と A2 というライブラリをインストールしようと思ったとき、A1 も A2 も B というライブラリが必要だったとします。ただ A1 はバージョン 2.1 以上の B が必要だけど A2 はバージョン 3.0 以上の B が必要といった具合に必要なバージョンが違ったりします。そのためパッケージ管理ツールはすべての必要なライブラリのバージョンの整合性が合うように上手に依存関係を解決しながらライブラリをインストールする必要があります。こういうことを UV は行ってくれるということです。ちなみに仮想環境を作ったりパッケージを管理するツールは UV だけじゃなくて他にもあります。Python での開発でよく使われているものとしては Vemv や Conda や Poetry などがあります。以前に仮想環境の比較という動画でこれらの仮想環境構築用のツール、パッケージ管理ツールはどう使うのか、どんな違いがあるのかということを説明しました。ただこの動画の中では UV については最後に少しだけ紹介しただけで UV の操作や特徴については説明していなかったので UV が他のパッケージ管理ツールと比べて何が違うのかをはじめに説明します。まず UV の特徴の一つは Python のバージョンとライブラリのバージョンを一つのパッケージ管理ツールで管理できるという点です。Poetry は Python のライブラリのインストールはできるのですが Python 自体のインストールはできません。なので Pyenv と組み合わせて使うケースが多いです。また Venv は仮想環境は作れますがパッケージ管理は pip を使ってPoetry と同様に Python 自体のインストールはできないので Pyenv や手動でのインストールと組み合わせて使うケースが多いです。しかし UV は Python 自体もインストールすることが可能なので Python のバージョンを含めて管理したい場合に便利です。ちなみに Conda というパッケージ管理ツールは UV と同様に Python のバージョン自体の管理も可能なのですがConda はライブラリのインストールや依存関係の解決など処理が遅いのがネックです。Condaも処理速度の向上を試みていますが、それでも非常に高速であるとは言いにくい状況です。しかし UV はとにかく処理が高速です。UV は Rust というプログラミング言語で作られていて、ライブラリのダウンロードとハッシュ検証などを並列で行っていたり、依存関係の解決に PubGrab というアルゴリズムを使うことで処理の高速化を図っています。そして UV は Poetry と同様にロックファイルの仕組みを使うことで非常に高い再現性があります。
再現性が高いとはどういうことかっていうと、例えば A さんが開発していたアプリを B さんも一緒に開発したいってなった時、A さんが開発しているその環境を B さんのコンピューター上でも同じ環境を構築できるということです。そのためチーム開発において環境構築の再現性は非常に重要なので、UV はチーム開発に向いているパッケージ管理ツールと言えます。このように UV は過去の Python のパッケージ管理ツールの弱点を克服した新しいパッケージ管理ツールと言えるでしょう。じゃあ UV をどんどん使っていこうって考える人も多いかと思いますが、一つ気をつけてほしいのは UV はまだメジャーバージョンが1になっていないということです。この動画を撮影している時点では UV の最新のバージョンは 0.8 です。メジャーバージョンが1になるまでは破壊的な変更が行われても不思議ではないというのが一般的な考え方かと思うので、そこは理解した上で使う必要があるので注意してください。では早速 UV の使い方を実演を交えて説明していきます。ここで少しだけ PR をさせてください。現在サプーの書籍が販売中です。詳細は概要欄に載せてあるので、興味がある方はぜひチェックしてみてください。まず UV をインストールします。インストールコマンドが UV の公式サイトに書かれているので見てみましょう。Windows の場合は、このようなコマンドを PowerShell 上で実行して、MacOS と Linux の場合は、このようなコマンドをターミナル上で実行しましょう。今、撮影で使っている PC は Windows PC なので、このコマンドをコピーして、PowerShell に貼り付けて実行します。そして UV-- バージョンと実行してバージョンが表示されれば OK です。では UV でプロジェクトを初期化してみましょう。今回 SAP プロジェクトというプロジェクトを作成して管理するケースを考えてみます。まず UV init プロジェクト名というコマンドを実行してください。今回だと UV init SAP プロジェクトと実行します。そうすると SAP プロジェクトというフォルダーが作成されます。もしもすでにプロジェクトがある場合は、プロジェクトフォルダーの中で UV-init というコマンドを実行してください。UV-init コマンドを実行すると、フォルダーの中にいくつかファイルが自動で作られます。まず .gitignore ファイルというファイルができています。これはこのプロジェクトを Git 管理するときに Git 管理から除外するファイルやフォルダーを定義するための設定ファイルです。実は UV-init を実行すると自動で Git-init が実行されてプロジェクトが Git 管理されるようになります。この .gitignore ファイルの中身を見てみると Python が生成するキャッシュファイルやこの後 UV を使って仮想環境を作った時に作られる仮想環境用のフォルダーが Git 管理から除外されるような記載になっています。あとは .python バージョンというファイルも作られています。これは使用する Python のバージョンが記載されているファイルです。中身を見てみると 3.13 と書かれています。あとは Python スクリプトも自動で作られていますね。中身は単純にプリント関数で文字を出力するだけのサンプルプログラムです。そして PyProjectToml というファイルも作られています。これはプロジェクトのメタデータの定義や依存関係の管理に使われるファイルです。中身を見てみると、初期化した直後のタイミングでは、プロジェクトの名前とバージョンと説明と README ファイルの名前、必要な Python のバージョンの範囲がサンプルとして記載されています。そして Dependencies という部分に空のリストが指定されています。そして readme.md という README ファイルが作られています。これはこのプロジェクトのソースコードを動かしたいときとかインストールしたいときの手順や注意書きなどを記載するファイルです。中身を見てみると特に何も書かれていませんね。UV-init で生成されたファイルのうち UV の機能に直接関わるファイルは .python バージョンと pyproject.toml の2つなので、それ以外のファイルについてはこれ以上の詳細な説明は割愛します。では UV を使って仮想環境を作っていきます。先ほど作成したプロジェクトフォルダーの中に移動したら UV-venv というコマンドを実行すると.venv というフォルダーが自動で作成されて仮想環境ができます。この .venv フォルダーが仮想環境用のフォルダーで UV コマンドでパッケージをインストールすると、そのパッケージのファイルがこの中に入ってきます。
そのため、今作った仮想環境を使うには、必ずこの .venv フォルダーが入っているプロジェクトフォルダーの中で UV コマンドを実行する必要があります。そして UVvenv のコマンドで作られる仮想環境の Python のバージョンは .python バージョンファイルが存在している場合、.python バージョンファイルに書かれている Python のバージョンが採用されます。もしも特定のバージョンの Python を使いたい場合、UV Python pin バージョンというコマンドを実行して、.python バージョンファイルに書かれている Python のバージョンを更新して、Python のバージョンを固定して UVvenv というコマンドを実行すれば OK です。そうすれば指定したバージョンの Python がインストールされて仮想環境の Python として使われます。また、PyProjectToml に書かれている Python のバージョンの範囲と実際に使われる Python のバージョンの整合性が合ってないといけません。今回 PyProjectToml には Python が 3.13 以上と書かれていて、仮想環境で使うのは Python 3.13 なので問題はないのですが、この後 3.12 に切り替えようと思うので、ここを手動で 3.12 以上に変更しておきました。このように不整合がある場合は PyProjectToml を手動で書き換えておきましょう。で、もしも一度仮想環境を作った後に、やっぱり他のバージョンの Python に変更したいなと思った時、例えば今 Python 3.13 ですが、これを 3.12 に変更したかったら、UV Python pin 3.12 というコマンドで Python のバージョンを固定します。UV には UV Python install 3.12 といったような感じで Python のバージョンを指定して Python 自体をインストールするコマンドもあるんですが、わざわざこのコマンドを実行しなくても実際にこの UV の仮想環境を使うとき、ピンで固定した Python のバージョンが存在しない場合は自動でそのバージョンの Python がインストールされます。では、作った仮想環境に何かのパッケージをインストールしてみましょう。このフォルダーの中で UVadd パッケージ名と UVadd の後ろにパッケージ名をつけたコマンドを実行すれば、先ほど作った仮想環境に指定したパッケージがインストールできます。このパッケージ名は PIP の時に指定するパッケージ名と同じなので、使いたいパッケージの PyPI のサイトを確認すれば OK です。例えば main.py のファイルにこのような request というパッケージを使ったコードを書いておきます。次に仮想環境に request をインストールしてみます。UV add request と打って仮想環境にリクエストをインストールします。いつも通り python main.py というコマンドでこのスクリプトを実行してみようとすると、仮想環境を使っていない現在のローカルの環境にはリクエストがインストールされていないのでエラーになりました。今度は python main.py というコマンドの先頭に UVrun をつけて実行します。そうすると仮想環境を使って Python main.py が実行されます。実際に実行してみると今度はエラーにならずにリクエストを使ったコードが動きましたね。この UVrun は仮想環境を使ったシェルのコマンドの実行なので Python スクリプトの実行だけじゃなくて、例えば flask-run とか pytest といったコマンドも UVrun をつけることで仮想環境を使いそのコマンドを実行することができます。また UVadd コマンドでリクエストをインストールしたタイミングで UVlog ファイルが自動で新たに作成されました。これが動画の冒頭で話したロックファイルです。中身を見てみると、二重の角括弧パッケージと書かれている部分があります。これはインストールしたパッケージ、もしくは依存パッケージの情報です。今、リクエストというパッケージのインストールしか行っていないのですが、リクエストには依存パッケージが複数あります。そのため、このように Certify や Charset Normalizer など、リクエストの依存パッケージの名前とそのバージョンがロックファイルに自動で記録されます。もちろん、リクエストのパッケージ名とバージョンも記録されています。よく見てみると、このパッケージのファイル名の後ろに、ハッシュ値が記載されています。これは該当するパッケージファイルの内容をハッシュ化したものです。UV はこのハッシュ化した情報を使うことでパッケージの完全性、再現性を保っています。この仕組みはポエトリーと同じですね。
このロックファイルは手動では編集せずに、コマンドの実行を通して自動で編集されるファイルなので、普段はあまりファイルを開いて中身を読んだりはしないです。また UV Add Requests と Requests をインストールしたタイミングで PyProjectToml ファイルも更新されています。PyProjectToml を開いてみると、先ほどまでカラーのリストが設定されていた Dependencies にインストールしたパッケージの名前とそのバージョンの範囲が追記されたのがわかりますね。UV Add コマンドでパッケージをインストールするたびに、この Dependencies にインストールしたパッケージの名前とそのバージョンの範囲が追加されます。ちなみに仮想環境にインストールされているパッケージの一覧を表示させるには UV pip list というコマンドを実行すれば良いです。また逆にパッケージをアンインストールすると PyProjectToml と UVlog からパッケージ情報が削除されます。パッケージをアンインストールするには UV remove パッケージ名というコマンドを実行します。例えば UV remove requests と requests をアンインストールするコマンドを実行してみると PyProjectToml の dependencies から requests の記載が削除されUV ロックファイルからは Requests と Requests の依存パッケージの記載が削除されましたね。UV pip list で確認すると、仮想環境から Requests とその依存パッケージがアンインストールされたのがわかります。また UV Add はバージョンを指定してインストールすることができます。バージョンの指定の仕方は pip などと同じで、パッケージ名の後ろにイコールイコールをつけて、その後ろに指定したいバージョンを書いてダブルコートで囲みます。例えば、Requests の 2.10.0 というバージョンをインストールしたかったら、UV add ダブルコート Requests イコールイコール 2.10.0 ダブルコートというコマンドを実行すれば良いです。これを実行すると、Requests の 2.10.0 がインストールされて、PyProjectToml にRequests イコールイコール 2.10.0 と指定したバージョンで記載されました。このバージョンの指定の方法は他にも書き方があって、例えば特定のバージョンよりも大きいというのは左に開いた山括弧イコールと書きます。またアスタリスクの表記でワイルドカードも使えます。例えば 1.* と書けばメジャーバージョンは1で固定でそれ以下のバージョンは任意、つまり 1.0.0 よりも大きくて 2.0.0 未満と表すことができます。これ以外にも指定方法はあるんですが、あまり複雑に指定するのは管理を難しくさせるため、今回は簡単な指定方法だけの解説に留めておきますね。また、PyProject.toml に書かれているパッケージのバージョンの範囲に従って最新のパッケージにアップデートしたい場合は UV-sync-upgrade というコマンドを実行します。ただ、今 PyProject.toml ファイルには Requests が 2.10.0 という固定のバージョンが指定されているので、バージョンが上がりません。UV-sync-upgrade コマンドはあくまで PyProject.toml に書かれている範囲内でバージョンをアップデートするからです。なので、仮にリクエストの最新バージョンが 2.10.0 だった時に UV add request コマンドで request 2.10.0 をインストールして、そしてその後にリクエストの新しいバージョンが登場したというケースを想定して考えてみます。そのケースを再現するために手動でイコールイコールの部分を左に開いた山括弧イコールと 2.10.0 以上に書き換えておきます。そして UV-sync-upgrade というコマンドを実行して UV pip list で確認するとリクエストのバージョンが 2.32.4 にアップデートされました。UV-sync-upgrade のコマンドは UV ロックファイルも更新してくれます。このように PyProject.toml ファイルに書かれているバージョンの範囲を守りながらパッケージのバージョンをアップデートすることができます。整理すると PyProject.toml ファイルはプロジェクトに必要なパッケージとそのバージョンの範囲が記載されていて UV ロックファイルは依存関係にあるパッケージも含めたパッケージとその正確なバージョンファイルが記録されます。なので PyProject.toml ファイルと UV ロックファイルの2つを使うことで再現性が高い仮想環境の構築ができるということです。
そのため UV で管理しているプロジェクトを他の人と共同で開発したいときは、PyProjectToml と UVlog と .python バージョンファイル、この3つを共有します。この3つのファイルが入っているプロジェクトが共有された側は、そのプロジェクトのコードを動かす前に、プロジェクトフォルダーの中で UVsync というコマンドを実行します。これで UVlog ファイルの内容に従ってパッケージがインストールされて UV を使った仮想環境が構築されます。UVsync のコマンドだけで高速に同じ環境を再現することができるということですね。実際に別のフォルダ、テストプロジェクトフォルダを用意して、ここに PyProjectToml ファイルと UVlog ファイルと .python バージョンファイル、この3つをコピーして、このテストプロジェクトフォルダの中に移動して、UVsync というコマンドを実行すると、仮想環境の再現ができました。UV ピップリストで確認すると、先ほどと全く同じパッケージがインストールされているのがわかりますね。このフォルダは削除しておきます。あとは UV アドに-dev というオプションをつけると、開発用のパッケージとしてグループ分けしてインストールすることができます。これはプロダクションコードでは使わないけど、開発の時にだけ使うパッケージを管理したい時に使います。例えば、ブラックというコードフォーマッターを開発でしか使わないと想定して考えてみます。UV add-dev ブラックと-dev オプションをつけて、ブラックのパッケージをインストールすると、開発用のグループとしてブラックがインストールされます。PyProjectToml を見てみると、dependency groups の中の dev のところにブラックが追加されていて、開発用のパッケージとしてグルーピングされています。開発用グループのパッケージも今回のように UV add-dev で仮想環境にインストールしているなら、これまでと同様 UV run black main.py のように UV run コマンドで使えます。このグルーピング機能を使うメリットは環境構築をするときです。先ほど他の人からプロジェクトフォルダを共有してもらったら UVsync というコマンドを実行するだけで環境が再現できるよと説明したんですが、この時にの-dev のオプションをつけると Dev のパッケージを含めずに環境を構築できます。先ほどと同様に別のフォルダを用意して、ここに PyProjectToml と UVlog と .python バージョンファイルをコピーして、このテスト2プロジェクトフォルダの中に移動して、この中で UVsyncの-dev を実行すると、ブラックがインストールされない形で環境が構築できました。UV ピップリストで確認すると、ブラックはインストールされていないですね。また UV にはコマンドラインを提供する Python パッケージをプロジェクトで使う環境とは別に管理する機能が用意されています。コマンドラインを提供する Python パッケージとは、例えば PyTest とか Black のように CLI で操作できる Python のパッケージのことです。特に開発環境で一時的に使いたいけど、本番環境では使わない、そういったパッケージをプロジェクトで使う環境とは別で管理してサクッと使えるのが便利です。先ほどの-dev オプションと似ていると感じるかもしれませんが、先ほどの-dev とは違って、基本的に一時的にしか動かさない場合に使えます。例えば仮想環境を汚さずに PyTest で単体テストを走らせたいケースを考えてみます。ソースフォルダを作って、その中に module.py というファイルを作って、ここに foo という関数を作っておきます。2つの引数を足し合わせた数を返す関数です。そしてテストというフォルダを作って、この中にアンダースコア2つ、init アンダースコア2つ、.py というファイルを作ります。あと、テスト module.py というテスト用のファイルを作って、先ほどのfoo関数をインポートして、そのテストコードを書いておきます。これを仮想環境を汚さずに一時的に動かしたいなという時は UVX コマンドを使います。今回だと UVX PyTest というコマンドを実行します。そうすると PyTest という単体テストを動かすコマンドが実行されたんですが、このコマンド実行で必要なパッケージは自動でインストールされます。今回だと PyTest が自動でキャッシュフォルダーの中にインストールされて PyTest というコマンドが実行されます。
UV PIP リストで確認すると、PyTest がこの仮想環境にインストールされていないのがわかります。PyProjectToml にも記載はないし、UVLog にも PyTest の記載はありません。今度は UVX じゃなくて UVRAN で、つまりプロジェクトの仮想環境で動かしてみようと思います。UVRAN PyTest を実行すると、もちろんプロジェクトの仮想環境には PyTest をインストールしていないのでエラーになりました。このように UVX コマンドは UVRAN の環境とは切り離されていることがわかります。実際に UVX コマンドでインストールされたパッケージがどこに存在しているかは UVCache Directory というコマンドで確認できます。この UV のキャッシュフォルダーの中に UVX コマンドでインストールしたパッケージ PyTest が入っています。もしもこのキャッシュを削除してきれいにしたかったら UVCache Clean というコマンドを実行します。そうすると UV のキャッシュフォルダーがごっそり削除されます。また UV には pip 互換のコマンドが用意されています。使い方は UV pip インストールパッケージ名や UV pip リストなど通常の pip コマンドの前に UV をつけるだけです。ここまででよく使っていた UV pip リストも pip 互換のコマンドの一つですね。UV pip リスト以外にも UV pip install-e. のように自作パッケージをインストールするときに使ったりします。あとは UV pip install-r requirements.txt のように requirements.txt に書かれているパッケージを一気にインストールしたいときとかに使います。ただし、この UV pip コマンドでインストールしたパッケージはパッケージ自体は.vmv フォルダーの中にインストールされますが、PyProjectToml ファイルや UVLog ファイルは更新されないので注意してください。そのため、事情により UV には移行できないようなプロジェクトで、これまで通り PIP を使った requirements.txt でのパッケージ管理を運用したいけど、ただ単に高速に処理したいというケースなどで使われます。今回の動画は以上になります。UV はこれ以外にも機能がありますが、この動画で紹介した操作ができれば基本的な使い方は習得できるかと思います。ぜひ UV を使ってみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。